Meshtabi Season 4 Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Tomakomai Kaiwai The Best 13 Des それでは早速 Let's get it started. 1. Shiomi Cho Marutoma Shock Door 30年ぶりのマルトマさん。私は初めて。マジで、あなた苫小牧さんでしょ。地元民はこの一生ホイホイゾーンにゃ。あ、そっか。行列必至のお店なので早めにと4時半到着も先着10名ほど、開店の5時には行列は30人以上になっていました。30年ぐらい前かな。2時間ぐらい並んでホッキカレー食べて以来のここ。それ以来懲りてここには寄りつきませんでした。2時間並びって美味しいものを食べる前提でしか許されない案件よね。だよ。その辺観光客ホイホイゾーンではしばしば陥る罠があるので注意が必要さ。いや早起きしてよかった。なんとか開店とともに着席も待つことを45分くらいかしらね。ホッキカレーは提供早いんだけどもね。ホッキカレー以外を注文するとちょっと時間がかかるので辛抱強く待ちます。相席向かい側のライダースの兄さんたちは全員ホッキカレーを注文。東北からツーリングでいらっしゃったのかな。ホッキカレーはあっという間に出てきてましたね。皆さん寡黙に平らげてましたね。開店待ちの時はさ、楽しそうに盛り上がってたのに、食べ出したら全員無口に食べ終わっても全員終始無言で帰っていきました。味が強いからね、ここのカレー。大人にはちょいきついかな。隣の常連っぽい兄さんの島エビ丼がすごかったですね。今年マシケは甘エビ不良と聞いてるが、マシケさんの生島エビが50本乗ってる。しかも980円。エビのサイズはかなり小さいけど、あれはちょっと食べたいな。生の島エビはなかなかないからね。そうだよ。朝5時に苫小牧で青森県産浅イカっていう謎のメニューが気になったけどね。そんなのあった？なんということでしょう。30年前からホッキカレーは1200円だった気がするけど、値上げしてないんだね。それはすごいね。一度食べてみるのはいいかもね。ところでカレーおじさん、どうしてホッキカレー頼まなかったの？濃い。俺にはちょっと濃い。遠い日の花火ではない。ドドンドンドゥルルルルル。そんなかっこいいもんじゃねえし。2. Michinoeki Watanai Kaisen Park 道の駅ウトナイにあるフードコートですが、侮れません。美味しいホッキ押し寿司がいただけます。ほんのり火が入ったホッキですが、これも美味しいんです。海鮮丼も美味しそうなんだよね、ここの。あとプラット市場内にあるプラット寿司でも美味しいホッキバッテラがいただけます。こちらは表面だけさーっと炙った生のタイプ。やっぱ生は美味しい。シャリにガリが挟まってんのがいいんだよね。はい。こちらは苫小牧の名寿司店銀寿司にいた板さんが開いたお店だから味は確かさ。キャリーパムピャムも来たんだよね。キャリーパミュパミね。一回も言えたこと。3. Yanagi Machi Ramen Akamon イオンモール苫小牧の並びにござる苫小牧ピーポーに愛されるラーメン屋さん。前回醤油と塩はやっつけましたので、残りの味噌をいただきにやってまいりました。周りのほとんどのお客さんが醤油を注文していました。醤油美味しいよね。見た目真っ黒黒助だけど食べると味は優しいさ。暑い夏にはなかなか味噌ラーメンに気持ちが向かわないのよね。俺だけ？あらそう？夏は辛味噌じゃん。辛味噌はいいね。怖がりでラーメンを食うハーフの女の子が可愛すぎるし、隣の兄さんの醤油缶つゆだし。で味噌はどうだったのよ。何の情報もなくこのラーメンを目の前に出されて食べたら、ずいぶん味噌っぽい醤油だねって言っちゃいそうな感じのテイスト。味噌と醤油のハーフみたいなお味。珍しいね。でもそういうやり口なのかな。ここんち塩も醤油みたいな見た目だったもんね。なるほど。そういえばそうだ。麺がやはりうまいっすね。でも味噌ラーメンは缶つゆは不可能な塩分濃度。そば湯はなかったので麺だけいただきました。ゴッドさんした。やっぱ醤油が一番好きかな。結構外装は古めの感じなんだけど、厨房の中覗くとステンレスがピッカピカに光ってました。キッチンまできちんとしてある。
BGM はホワイトスネークの Is This Love で美味しいラーメンをごちそうさまでした。懐かしかったな。あら、あのデビカバのセクシーな彼女 PV 出てるやつね。んだ。4. Yanagi Machi Shunraku 赤門さんとはすぐ隣みたいな感じね。この界隈お気に入りのお寿司屋さん。回転寿司だけど、もはやこの回転しているレーンは何のためにあんのって感じ。本当だね。ほとんどのお店は回転ポップ台みたいになっちゃってるね。お値段的には回転寿司ハイエンドって感じ。いや、千歳空港のカンタロウとすっとこどっこいのお値段でしたね。すっとこは余計です。味は確かでした。マグロ美味しかったね。美味しかった。ボタンエビがないのが残念だったけど、全体的に大満足のお寿司だったね。ただイカはいかがなものかと。ネタが厚切りなのは意外だったんだけど、ちょっと高いかは否めないかな。そこのところが誠に遺憾です。もういい加減にして。もういいか。いいからいいから。5. Amotomachi Vancam 1979年創業。ここは苫小牧ピーポーなら全知ってんでは。苫小牧ソウル的なお店なのかな。全く苫小牧出身ではありませんが、なんか懐かしい。高校生に戻ったような気分を満喫させていただきました。いやー懐かしいわ。あら、今でも高校生に人気のようですな。ああ、ギャルだらけの大にぎわいさ。日中暑かったからさ、汗臭いまま来ちまって大失敗。親父のカレー臭でギャルに迷惑をかけちゃいけねえなと思ったんだけど、もう一人おっさん客がカウンターにいたので助かりました。アイドルセットなるドリアとパフェのセットを注文。また可愛いのいったね。いろいろあるドリアと何種類かあるパフェの中から好きなのを選べるんだけど、オムライスのクリームドリアっていうのとコーヒーパフェを選択。オムライスのドリアねえ、オムライスのドリアって初めて聞くんだけど、どんなんなってんのかなと思っちゃったんだけど、予想した通りのやつが来ました。ちゃんとケチャップライスがね、卵にくるまってて、ちゃんとくるんであるんだ。ケチャップがかかってて、ホワイトソースがかかってて、チーズがかかってんの。そして食後パフェが予想と違うのが来て、ちょっとショックでしたね。こういうのを期待してたんですが、めちゃくちゃ男前な俺みたいなやつが出てきました。あ、はいはい。ジョッキに入ってんだよね。変わんないね。昔からこうなん？そう、昔からこう。正直駅前の結構閑散過疎地帯にあるんで微妙なのではと思ってたんですけど、なの大盛況でございました。よかった。多分苫小牧出身だったら高校生の時とかここでデートしたんだろうな。あの頃のグリーン可愛かったな。いや知らんでしょ、高校時代の私なんて。年代違いすぎ。 BGM はサザンオールスターズの真夏の果実。見たこともないグリーンのセーラー服姿を想像し、妄想が広がるバップおじさんなのでした。変態。なんで？変態だから。そうです。I am 変態。 I am hentai. 6. ニューヨーク Tarumae You know me know you オートリゾートアルテンの敷地内にある温泉。オートキャンプ場にこんな立派な温泉があるのはいいよね。あ、シーズンだからキャンプ場に来てるアウトドア系ピーポーだらけなのかなと思いきや、地元のじいちゃんばあちゃんだらけで、こんにちは。ねえ、結構町外れなんだけど皆さん来てるのね。ほんとびっくり。広々としてていいですね。経年劣化は施設もおでも致し方なしでしょうか。ゆったり整わせていただきました。ハーブ湯、ジャグジーも露天風呂もいろいろあるのですが、ひたすらサウナ、水風呂、サウナ、水風呂を往復するグリーンなのであります。おっさんやな。何言ってんの。あんたの影響でこうなったのよ。この私に誰がした？人のせいにしなさんな。サウナは80度ちょいだけど、ゆったりのんびり整いました。温泉は味噌汁のような褐色の濁り湯でしたが、一度も入らず、ひたすらサウナ、水風呂、椅子でエクトプラズムを吐くと Ectoplasm いうルーティンを今回行かせていただきました。いつものこと。基本の3時間後集合で再び飯旅へと旅立つのでした。僕は幸せだな。こんな日々でいいのかしら。いいんです。7. Itoi Itq
こちらも苫小牧市民なら一度は行ったことあるんじゃないかなってお店。ここね、火事になってしまって休業しちゃってたんです。2022年コロナ禍にじっと耐えしの緊急事態宣言解除後に向けた準備などを進めていた矢先、さあこれからっていう時に、あらま、それは何ということでしょうって。一難去ってまた一難ってやつですね。はい、昔の和風のしつらいはなくなってしまったのがちょっと寂しいんだけども、そば漬けグリーンはお店が再開して本当に嬉しゅうござる。火事は怖いね。うちも火事になったことあるからね、高校生の時。あら大変。でも大丈夫だったよね、あんた。この話はね、後ほど親父の小言でお話ししようと思います。はい、ここにもいました配膳ロボ。でも私のところには来なかった。謎。なんで？タッチパネルに配膳ロボ、マジ増えましたね。本当に人間いらなくなっちゃいそうね。でも味気ないよね、なんかね。え、セルフでいいのにね。セルフで取りに行った方がなんか違和感なく美味しくいただける気がする。確かに。こちらのタコ天そば、タコがゴロゴロでかなりのタコ具合でございます。知らなかった。こんなにタコが柔らかく美味しかった？これ以上ないタコ天でした。これ全部食べた。これはうまそうだ。柔らかいタコがさっくり上がった。今度は2人でね。いろんなところにタコ隠してやがるな。タコとね。 8. Shiraoi Waimula Base。 Google さんの指示に従い、マジここ行くの系の信じられないダートを登っていくと、凛々しい黒牛さんたちがお出迎え。シーズン1で来た時美味しい安かった白老牛バーガー、いくらになったのかなと価格調査に参上。白老牛ガーバー来たよ。入れ替える攻撃。白老牛バーガー600円って超お値打ちだったもんね。そうなんだ。しかも美味しかったんでね、まあこの物価高だから800円ぐらいにはなっちゃってんのかななんて思いながら来てみたんですが、なんと今回は1000円オーバー。1,000 yen ขึ้นไป。ちょいちょいタイイングリッシュ入れてくるね最近。グルメバーガープライスになってました。デミソースにフレッシュトマト、肉厚のビーフパテが美味しいバーガーね。楽しい外テラスでいただくのがまたええでしょう。はい、でも1100円と倍近いお値段になってました。1000円オーバーなら美味しいのいっぱい知ってるから倍は I don't buy ね。 I don't し buy。 っかりちゃっかりうちのかみさん厳しいね。でも気軽に白老牛の美味しさに触れられるのはいいんじゃない？ステーキなんかそれこそゲーセンオーバー5,000 よ。 yen ขึ้นไป。コップンか。マイペンライか。 9. Yanagi Machi Hanamasa。 住宅街にある町中華花正さん。金満腹みたいな金満腹みたいな声のお父さんが厨房からいらっしゃいませって元気いっぱいに出迎えてくれます。金満腹か。なんか楽しそうなお店だね。ここは視聴者さんタレコミのお店でしょ。そうなの。視聴者さん美味しいタレコミありがとうございます。オーダー通すたびにお父さんがはいよあんかけんねとか返事してるんだけどさ、なんかスタッフと楽しそうに仕事してる姿ってほっこりしちゃう素敵なお店だね。さすが金満腹いいね。一斤満腹ではない。声が似てるだけ。いや人気あるのも納得です。見てくださいこのあんかけ焼きそば。でかっ。これ大盛りじゃないの？いやこれね普通サイズなのだ。ヤバビザは星空のディスタンスよね。でもね見た目の黒さより濃ゆくないの。ちょい甘優しい系って感じ。もういいね。これ濃い味だったらこの量なおさら完食無理だよね。こんなに食べたら金満腹になっちゃって午後から働けないよ。睡魔に襲われまくりだよね。そうだよ。2時間昼寝だよ。気持ちいい昼寝。定食あったり使い勝手が良さそうなお店だよここ。隣のお兄さんのホイコーローも美味しそうだった。あ、定食にはね今日の小鉢ってつくらしいのね。お姉さんが今日の小鉢は大根の煮物納豆冷ややっこですけどどれにしますかって聞いててさロータ現象。現象ではない。でも一人でニヤついちゃった。ロータ現象については説明すると長くなっちゃうので気になる方は札幌ソウルのビデオ9ロータを見てみて。納豆塩辛松前漬け冷ややっこ。違う。大根の煮物納豆冷ややっこ。 10. Shiraoi Mothers。
白老の人気卵屋さん、最近はお米も始めたようで、米系のお菓子も充実されてました。広大な芝生を子供がキー言うて駆け回り、休日にはお父さん方が段ボールで卵を求める姿が観測されます。卵メインのレストランはいつの間にかそばメインの食堂になってたね。白老牛を提供するレストランもあります。いつもシュークリームをいただきますが、今回はプリンをソフト今回はプリンソフト、特別なものではありませんが、ソフトがさっぱりしてていいですね。これ外でいただくのが気持ちええんですわ。ここはこの広大なグリーングラスに癒されに来る場所だね。 11. Hokusei Taramai Bakery Honami. 私はパンが好き。パン育ち。苫小牧のパンを物色していたら、あらびっくり驚いた。どうしたのかな。シーズン3の札幌駅界隈で紹介した札幌駅北口のパン屋さん覚えてる？ああ、はいはい。たまたま閉店直前だった。そう。どこかでいつかは再開するかもしれませんみたいな超曖昧な予告をしていたパン屋さんだね。パン吉さんだったかな。パン吉？パン吉。ああ、そうパン吉さんね。なんとあの大人気で惜しまれつつ閉店したパン吉さんが名前も場所も変え、ここ苫小牧の外れにオープンしたんです。ああ、やっぱ予想してた通り田舎系になったんだね。そう言ってたんだよね。カントリースタイル巻き割り系のパン屋さんになるんではってね。でも巻き割り系じゃないみたいだね。ね、めっちゃ高そうなハイテクオープン入ってた。でもナチュラルで可愛いお店よね。変わらずパンたちも美味しゅうござんしたね。リーフパイが最高。最高。パン買いに。イエー。 12. Yayoi 2 Tea Terrace. 2011年開業、欅が立ち並ぶ住宅街にございます素敵カフェ。ここは女性に人気なのもわかるわね。店名の月は欅の米で、古い呼び名の米ね、お店の前に欅が立ち並んでいたので月にしたそうなんです。とってもいい感じの癒し系カフェねえ、ママやマダムやギャルがめちゃめちゃ集いそうなお店。スイーツでもご飯でもお茶でもパーティーでも使えそう。美味しいパンケーキなんかがあるとさらに使い勝手がいいんだけどな。出た、おじギャル発揮。親父は黙って居酒屋行っときなさい。なして親父はカフェに集わないのかな。やだ、集ってほしくないわ。親父が集うのは居酒屋でしょ。確かに居酒屋ってでもなかなか行かないよね、飯田ビーズ。あんたがね、食事しながら飲まないからね。私はビール飲みながら食べたいんだよ、本当は。合わせてくれてんだ。面目ね。構わんよ。飲むのは好きなんだけどね。飲み行こう。一晩中飲んじゃうからね。それはいい。金がいくらあっても足りやせん。飲みすぎや。止まらなくなるのさ、飲み出すと。分かったっちゅうの。だからエンジンかけないようにしてるんだ。危ねえ危ねえ。13. Abila Sobatetsu. 場所的には苫小牧か千歳か微妙な界隈。アビラの名店ね。苫小牧はそんなに飯旅目的にはならないゾーンなんだよね、実は。だけどそば鉄さんは年一は必ずだね。そうね、夏必ず来ちゃうよね。あなたがトウモロコシってうるさいから。トウモロコシのかき揚げが最高なんだよ。確かに美味しいけど、何でも美味しいでしょ。こちらのお店はごぼう天もサックサクねえ。そばもコシ強いからすんげえうまいんだけども、すっごい混むから昼時はおやめなさい系だね。そうだね、10時からやってるから早飯あるいは遅飯がおすすめね。今年も見事にやったね。やっちゃった。夏になるとあたがそば鉄トウモロコシ始まったかなってうるさいから食い気味できちゃうのよね。だいたい8月からだっちゅうの。トウモロコシは毎年来てるよね、7月に。そしてさ、トウモロコシはいつからですか？店員さんに聞くルーティーン。3年目じゃない？だって食べたいんだもん、早く。今年はひょっとしたら早いんじゃないかなって思っちゃうんだよね。そうなの、でも行く途中のトウモロコシが育ってないのまだ。そうなんです。あれまだ早かったかな。とりあえず行ってみようみたいな、ね、来年もやるんだろうな。学習能力なさすぎ。Jakaino Meshitabi wa
Gachi de Mata Tabathai. Sapporo Natsu Ra Des. Otanoshimini. See you soon. 高校生の時にね、うんある日学校から帰ってくると、うんうん近所で消防車がたくさん出動して火事の様相だ。おお、どこだやべえなと思って帰ってきたら、うんマンションの前に来たっけ、消防車たちのホースが全部うちのマンションに入ってってるんよ。やべえ、うち火事だと思って、で普通止められるじゃんか、なぜかその時はね、まだ消防士たちも消火活動してる風なんだけど、普通に入っていけたんだよ、玄関から。ダメでしょ普通ね。エレベーターも普通に乗れて止まるでしょうよ。で家に帰ってガチャって扉を開けたら、親父とおふくろが「おかえり」っつってテレビ見ながらみかん食ってたっていう。なんだこの火事だよって言ったらだマジでサザエさんちと一緒。ウケる。すげえなうちって思ったね、本当に。すごいわ、さすがパパママですな。違う階の物置がぼやったんだけど、恐ろしい。火事にも気づかずっていうね。恐るべしでございます。はい、参りました。気をつけ